ご視聴ありがとうございます。今回は21世紀初頭に工具業界を席巻したブランドギアレンチのシブ1ビットヘックスソケットを紹介したいと思います。インチサイズのヘックスソケットで32分の3から8分の3までの9ピースのセットとなります。リーズナブルなのにしっかり使えて、この短さも特徴的。気に入っている道具紹介させていただきます。ギアレンチのソケットは日本で売ってるのはあまり見ませんが、アメリカ Amazon さんで買えますので比較的買いやすい道具に思います。ギアレンチは今はアメリカのブランドです。ギアラチェットの本物というかパテントの関係からの本家ブランドの名称がギアレンチとなります。以前は台湾のリーウェイという会社が展開しているブランド、工具の名称でした。日本だと2000年くらいから流行ったんですかね。工具界のゲームチェンジャーとまで言われることのある道具です。そのリーウェイ、親会社がいろいろ変わって現在は巨大な工具メーカー APEX ツールグループの中にいるみたい。みたいというのははっきりした情報を見つけることができなかったためです。とにかくリーウェイの生んだギアレンチは APEX の一つのブランドとなり、ソケット工具やドライバーにプライヤー、トルクレンチまでを揃える総合工具ブランドとなっています。さて、そんなギアレンチのシブ1ヘックスソケット。サテンのような、もう少し粗いような、何とも言えないなし字です。古いファコムのレンチのような、ハゼットのレンチを少し磨いたような、塗装のようにも見える表すことの難しい表面を持っています。仕上げの品質は少しばらつきます。セット品で買ったんすけど、これ動画ではわかりにくいのですが、磨きの具合が違うものがいくつかあるっすね。刻印はどれも綺麗です。サイズ表記はとても細かい線で構成されており、見やすくはないですがデザインはかっこよく。しかしインチサイズの表記はなかなか慣れないですね。賢くないので分数パッと出されてもどっちが大きいのかが直感的にわからず、分母を128かなんかで統一してほしいと常々思ってしまいます。ハイトは全サイズ 25mm、径は 12.3mm ほど。一般的なサイズです。材質は S2 と言われる工具鋼、台湾製品でよく聞く材料ですね。条件は分かりませんが、付属のソケットホルダーには障害保証の記載がありました。先端、六角部分は刃物跡の残った仕上げ。サイズが小さいものほどヘックス部、細い部分が短くなっており、強度を考えた設計をされています。ネジに当ててみるとタイトめっすね。手持ちのビットや六角レンチと比較をして大きめのサイズは特にその印象がございます。差し込みメス側は癖もなく一般的です。こちらは少し緩めかと思いますが、外れやすいほどではございません。ロッドの違いか、ディンプルが切ってある位置が2種類ありまして、ハンドルにつけてみますとカタカタ動くのとぴっちりしたのがあります。遊びの具合が違うっすね。表面の滑らかさ同様、ばらつきを感じます。使ってみてがっしりとした印象を受けています。ネジとのはめ合いがきつめなのでその印象が強いですかね。ネジにしっかり奥まではめた時に揺すってみますと他社品に比べてガタが少ないです。それから頑丈な印象があります。よれたりねじれる感じは受けません。大きいサイズは70ニュートンくらいまでは使っていますが不安な感じはないですね。このタイトさと硬さというかかっちり感が合わさってか、力のかけ始めにネジの状態が伝わってくるというのか、このまま回して良い危ないが判断しやすいように感じています。メッキも強い印象です。プライヤーで掴んでグリグリしたりもしてますが、今のところ剥げたり割れたりはありません。錆も出てないですね。仕上げには品質のばらつきを感じましたが、ディンプルの高さの違いなどで実際に使っていて気になるようなことはありません。その他気になったこと、ネガーもそんなにないっすね。ネジとのはめ合いがタイトめなので、サビネジに入りにくいとか、叩き込んだら抜けなくなったとかはありましたが、許容範囲というかまともなヘックス工具の範疇という印象です。極端に2面幅が大きいと感じることはなく、同じくタイトめなことからネジ側にソケットを置いてくることもちょっと多いかなという印象はありますが、問題になるほど緩くはないですし、ロットによるところもありそうです。
私はプッシュリリースやロックエクステンションを使うことで対応しています。この値段、現在は為替やらであまり美味しくはない状況ですが、それでも十分にお得感のあるセットだと感じています。強いて残念ポイントを挙げるとすると、一つはこれ。未だ Amazon なんかで買えますが、おそらくディスコンになってるということです。ホームページに載ってますこちらがおそらく現行品。よく見るとロゴが違います。入り組みのレンジが違うのと、ハイトが随分違うので、個人的には紹介しているこっちが好きですね。少し話それますが、最初の方でお話しさせていただいたんですけど、現在のギアレンチは APEX のブランドです。その APEX の親は有名なエクイティファンドのベインキャピタル。東芝さんのメモリ部門、今はキオクシアという社名ですが、その買収劇で話題になった会社です。ベインキャピタルは APEX のサプライチェーンの最適化を進めました。結果としてブランドは3分の1に縮小。顧客の食い合いや物流の非効率が解消され、グループとしては良い方向へ進んだようです。このソケットの一新も最適化の一環なのかもしれません。また、その最適化により、ヘックスの始祖アーレンやレンチが有名だったアームストロングは消滅していきました。それから、ブランドが同じでも、以前と道具の質が変わってしまったとか、その改革からブランドイメージが既存したという意見も海外のフォーラムなどで目にします。どちらが正しいのかなんていうのは私には全く判断はつきません。ビジネスとカスタマーでは物の見方は逆になりますから、何が結果につながって何が正しいのかというのは判断が難しいところでしょう。ちなみに近年、ベインキャピタルは APEX の売却について中国の会社と交渉をしていたようですが、どうやらうまく進まず、立ち消えとなってしまったみたいです。APEX は現在までベインキャピタルによる所有が続いています。話を戻しましてもう一点。気になることとして付属のソケットレールが好きではないです。使いにくいことはないのですが、コマと言っていいのか、ソケットにつけるこれがレールから外れやすいんです。あまり整頓せずぐちゃっと入れて持ち歩いているのですが、一つか二つ外れてることもあるっすね。よくあるアルミのレールに入れ替えて使っています。ギアレンチのシブ1ビットヘックスソケット。リーズナブルなのに使える道具だと感じています。インチの世界、ミリサイズから入っていくと必要なサイズを確認するのも難しく感じますから、セットでドンと揃えてしまうのをお勧めしたいです。その際、お求めやすいギアレンチ、用途に合いましたらぜひ使ってみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。